皆さんこんにちは、まほです。今回はアメリカ東西ディズニーパークとディズニークルーズを回る約2週間の旅行の冒頭、日本からロサンゼルス、アナハイムへと出発した際の Vlog です。これからしばらくこの Vlog シリーズが続くのでお付き合いください。Hello everyone, it's Maho. This is a vlog of my US Disney parks and cruise trip for the summer of 2024. The first part of the trip.おはようございます。時刻はただいま8月10日土曜日朝10時40分です。寝ている間にあっという間に成田空港第一ターミナルに到着してしまいました。今日山の日でこれからお盆休みっていうこともあって旅行客でいっぱいですね。日本人の人が圧倒的に多いように見えます。普段は外国の人が結構電車乗ってるんですけど、これから夏休み、2週間弱のアメリカディズニー旅行に行ってきます。今いるのがターミナル1で、成田は今ターミナル2とあと LCC 用のターミナル3に分かれています。ターミナル1は南と北ですね。今回乗るのがジップエアなんですけど、ジップエアはこっちのターミナル2の JAL の子会社なんですよね。12日間の旅行なので荷物が多いです。しっかりパッキングしてきたんで空港で入れ替えるってことはしないで、もうこのまんま下のスーツケースを預けて、この上の大量の荷物は機内持ち込みにしたいと思います。フライトまであと4時間あるので、もしかしたらちょっと早く着いちゃったかもしれない。チェックインカウンターを開くのが50分後です。ラウンジで休もうかな。プライオリティパスラウンジとかを検索するアプリなんですけど、今から行こうとしてるのはこの出国前のドリンクだけ飲める系のラウンジで、どうやらこれも同じく出国前だと思うんですけど、2つのレストランで食事が3400円分無料になるって書いてありますね。ちょうどチェックインしたら正午ぐらいになるんで、ここでご飯食べて出国しようかなと思ってます。チェックインカウンターに並ぶ人たちの列で、機械の方でボーディングパスを持っている人はこっちの自動預け機に並ぶっていうことで、こっちの方が列が早く進みそうです。列の長さはあっちの方が長いですね。友人のチェックインカウンターじゃなければこっちの方が比較的スムーズに進みそうですね。無事に荷物を預けたんですけど、普通に人はいっぱいですね。ここかな。みんなプライオリティパス目当てな気がします。ではこのビデオに繰り返していただいて卵で覚えていきます。はい、ありがとうございます。はい。美味しかったです。ご飯はね、ちょっと食べきれなかったんですけど、他は一瞬でペロッといただきました。空港という性質上、やっぱり人の入れ替わりがやっぱ多いので、回転率は良さげなので、ヤンマさんおすすめです。プライオリティパス対応のお店です。メニューは1種類。ごちそうさまでした。12時前から結構たくさん並んでましたね。私も12時前に行ったんですけど、もうすでにだいぶ長蛇の列でした。それではいよいよ出国です。無事に出国ゲートを抜けました。今ここにいるんですけど、チップエアはここっていうね、すごいいい場所って撮ってますね。出発まであと1時間半あるので、ちょっとそちらでのんびり過ごそうかなと思います。新しい入り口に変更になってて、ちなみにこのすぐ隣には大韓航空のラウンジがあります。とあとセブンイレブンですね。セブンイレブン目指してくると多分このラウンジ分かりやすいんじゃないかなと思います。グランドオープン直後だったんでね、あの時は。今回はなんかよりしっかりラウンジの入り口って感じ、何か違うところがあるのかチェックしていきたいと思います。ドラゴンボール。
前回来た時はここしかオープンしてなかったんですけど、今回はこっち側もオープンして2倍以上の広さになってます。ドリンクの種類とか食べ物の種類とかは前に来た時と変わらないかなと思います。そんなにたくさんあるわけではないんですけど、こちらにここにあるように和食とかがね、焼きそば、フライドポテト、蒸し野菜、今回和食少ないですけど前回はいろいろあって美味しかったなって、あそこでオーダーができるそうです。そば、うどん、カレー、牛丼、唐揚げ丼など厨房メニューが充実してました。デザートもショーケースにあって、私はみたらし団子をいただきました。窓の外にはちょうど今から乗るであろうジップエアの飛行機が見えます。ラウンジはすごい静かで人も多くなくて過ごしやすくていいですね。そして特筆すべきはここ、USB の給電が普通のコンセントタイプ A はよくあるんですけど、タイプ C は結構珍しいなと思いましたね。最新のラウンジならではっていう感じがします。今これを撮ってる GoPro もどんどん充電減ってってるんでね、着いたらもうすぐにあっちで撮影するんで、ここでちょっと充電していきたいなと思います。充電しながらフライトの準備をしてたんですけど、今回乗るジップエアはLCC 格安航空なので、席の幅はそんなに普通と変わらないはずなんですけど、その代わりに、モニターがないんですね。モニターをなくして軽くして座席を広く保ったまま、たくさん席を置けるっていう、そういう仕組みなので Wi-Fi が中でも通ってるんですけど、ここで Kindle たくさんダウンロードしておきました。雑誌とか、あとこれいろんな人の旅行 Vlog とか準備編見てて、これいいなって思ったんで、機内持ち込みなんですけど、このバッグは上に置いて、でネックピローとかと、あとこれは前のポケットに収納するように一応ぺしゃんこに薄く最低限のものを入れてます。アイマスクとかスリッパとかいろいろ、ホットアイマスクとかケーブルとか最低限のものだけをここに入れてます。であとは準備としてはこんな感じで5本指の着圧ソックスを履いてます。スニーカーねちょっと汚くてごめんなさいなんですけど、一応この旅行でこのスニーカーとはさよならする予定で、もう一足さよならしてもいいかなっていう靴を準備して、あと B さんですね。なんで最悪 B さんで帰る想定なんですけど、着いたら朝なんで基本は睡眠取ろうと思ってるんですけど、ちょっと眠れないなっていう時はこの、本を読みながら雑誌とかもいろいろフライト過ごしていきたいなと思います。ちなみにこれは地球の歩き方、自分で買いました。ディズニー関係の場所のやつ。ジップエアの機内に登場しました。今回はオーロだけエコノミークラスです。実は初めてジップエアのエコノミーに乗りました。で機内食はすべて有料オプションで、私は到着直前の機内食だけを買っていました。で特に指定しないと離陸後すぐに機内食渡されるので、よく事前にチェックするといいと思います。飲食物の持ち込みは OK なので、搭乗前にドラッグストアなどで飲み物を買って入るのがおすすめです。座席の前にはコンセントがあって、機内は新しくて綺麗で10時間のロングフライトでしたが、快適に過ごすことができました。おはようございます。アメリカロサンゼルスの現地時刻9時半になりました。定刻通り、8時55分って言ってたかなに着陸しまして、イミグレも10人以下でしたかね。前は機械だった気がするんですけど、全部有人カウンターで並んでたんですけど、もうサク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 進んで、とっても快適、この上ない感じで、よく女性一人旅はね、結構イミグレで止められるとか別室送りにされるなんていう恐ろしい話を聞きますが、
何日滞在するの、どこに行くのって言われて、ありのままを答えて、で、問題なくすると。だから一人で来たのって言われたから、いや、今から、一人で来たんだけど、友達に会うんだよって言ったら、もうそれ以上聞かれなかったですね。ということで、グラウンドトランスポーテーションですね。一応第一候補リフトなんですけど、ウーバーの競合他社ですね。そちらに乗ってホテルに向かいます。正直ね、一人でタクシー乗るみたいなもんなんで、1時間ぐらい。結構高い出費だと思います。2万円ぐらいかかるのかな、1万5,000円とかかな。もう背に腹は変えられない。他の手段って言ったらもう公共のバスに乗るぐらいしかないんで、ほとんどの人がね、もうこうやって行ってるっていう話なんで、誰かとね、シェアできたらいいんですけど、前回はね、そういう理由で実は予算とかの都合で、アナハイム諦めたんでね、今回は、3日間バスを買って満喫するぞという気持ちで向かおうと思います。LAX の空港はターミナルが8、9個ぐらいあって、で、ちょっと離れたところに、ウーバーとかリフトの乗り場があるんですよ。で、シャトルが通ってた気がするんですけど、ここですね。ラクスイット。そうそう。見えますかね。上から4つ目。ラクスイット。タクシーとライドアップ。これです。ラクスイット行きのシャトルバスっていうのがあるはずなんで、タクシープールみたいなでっかいところに向かいます。今ね、今日の気温30度らしいんですけど、で、今機内寒かったから長袖してるんですけどね、カラッとしてるおかげで日陰全然暑くないですね。ターミナルのね、一番端っこで、係の人に聞いたらね、すぐ教えてくれました。緑色の柱が目印ですね。私が来た国際線ターミナルだと、出口出て右手の端っこですね。緑、ラクシットっていうのが目印です。こちらで無料のシャトルバスなんですけど、そこから先は、アプリ使って、各自捕まえで乗ってねという仕組みだと思います。ちょっとリフト初めて使うんですごい緊張っていうか、自分のアカウントの評価とかもついてないんで、どんなもんかなって思うんですけど、なんか女性のドライバーとマッチングしやすいらしいんで、2年前行った時はウーバーそういうのなかったかな。だから、ね、リフトに期待をかけてみたいと思います。ウーバーとリフトで左右に分かれてて、リフトで61ドルって書いてあったんで、まあまあ安いかなと思ったんで、1万円ぐらいなんで、こちらで乗ろうと思います。なんか場所をね、指定されるんで、そこにゾーンに来てね、みたいな感じで、ナンバー見て乗るって感じですね。And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty. All it has is a guitar and a snare drum.今回初めてリフトに乗ってるんですが、今目の前にあるモニターでどこを走ってるかとか、着く予定の時間とかも載ってますね。ちゃんと行き先も載ってて、あといざという時のために現在地を共有することもできるみたいです。今回女性ドライバーとマッチしなかったんですけど、店主の方すごい星5つで有料ドライバーさんみたいですし、すごい安全に作られているんだなっていう印象があります。45分ぐらいで着くみたいです。混んでなければ。この辺はとにかくね、交通状況がわからないんでね、帰りが心配ですね。夕方なんで、この時間はまだ大丈夫そうです。何しろ土日なので、帰りは平日の夕方なんで、ちょっとラッシュに巻き込まれそうだなっていう心配はあります。今回の宿はキングスイアナハイムって言って少し安めのホテルになっています。さっきのレシートが早速届きました。ルートとかもね、こんな感じでメールが来てくれるんですけれども、早速ですね、もう帰りのリフトも予約しちゃいました。めっちゃ便利ですね。グランドカリフォルニアホテル、ディズニーに近いホテルのエントランスでピックアップしてもらって、
で、そこから今泊まってるというか今日から泊まるこのホテル。ここで荷物を拾います。で、それから空港に行くっていうルートになっています。だからちょっと料金が行きより高いんですけど、まあでもロッカー代借りたりとか、そのために朝ね、開園時間にめっちゃくちゃロスがあったので、前回やった時に。だからこのやり方が一番賢い気がしてますね。She's Kenna and Adam。私たちは今チーズケーキファクトリーにいます。彼らとはディズニークルーズで知り合いました。2人ともね、ディズニー好きっていうことですごい優しくしてくれて、10年以上の付き合いっていうことでね、日本に来てくれた時は私が彼らを案内したんですけど、こうやって旅で出会って仲良くできる人たちがいるってすごい幸せだなって思いながら、素敵な時間を今日は過ごしたいと思います。ご飯終わったらパーク行くんですけど、サラダとスープすごいボリュームです。この後チーズケーキをいただきます。これ見てください。オレオのチーズケーキ、しかもね、断面にもオレオが入ってるのすごいですね。私だけね、プレーンなローカーボチーズケーキにしましたけども。でね、彼はアダムなんですけど、This cheesecake is also the name Adam cheesecake. It's so funny. お子さんいるんで、短い時間で切り上げて、お別れをしてきました。2029年にディズニークルーズが日本にやってくるよっていう話をしたら、私たちはディズニークルーズで出会ったんで、これはね、ぜひ行かなきゃみたいな。で、ちょうど子供も5歳になってるし、いい時期だねっていうことで、じゃあコネクティングルームでも取って一緒にエンジョイしようみたいな話をして、去りました。ということで、今、ちょうどホテルのある場所からパークに向かってます。だいたい所要時間15分ぐらいっていうことで、結構歩いてる人もいるし、この辺は危なくなさそうですね。今日はパーク12時までやってるっていうことで、時刻は今午後2時なんですけれども、あと10時間やってるっていうね。楽天で取った 3days パスっていうやつで、しかもライトニングマルチレーンって名前がちょうど変わったばっかりだったかもしれないんですけど、従来のファストパスの有料版ですね。それも込み込みでお得な値段。一旦パークに入らないと予約ができないっていう仕組みらしいんで、D23 エキスポの旗がある。羨ましいな。行きたいな。でもダウンタウンディズニーに D23 のなんか限定のグッズ売ってるっていう話も聞いたんで、買えたらいいかなと思ってます。ちなみにね、パークから歩いて行ける距離のホテルって実は今回初めて取りましたね。ここの目の前にあるデザートパームスとかも結構有名。こっちの方がよりパークに近いんでね、ランクとしては同じかな。まあフロリダと違ってね、日焼けはすごいですけど、帽子とかサングラスさえしてればいいな。彼らも今すれ違った人たちも D23 のパスしてましたね。めっちゃ羨ましい。私も行きたかった。まあそんな気持ちになりながら今回の滞在は毎日過ごすのだろうと思います。イベントにバッチリ合わせてるのにチケットがないという感じですけれども、まあそれはそれで楽しんでいきたいと思っております。アナハイムのディズニー来るの久しぶりなんですけど、もう本当にいつもバスでパークに来てたから、なんかここら辺って歩くのないので、すごい新鮮な感じですね。ちなみにこの道は東側から来ていて、バスステーションになってます。で、荷物チェックがあって、2つのパークが向かい合ってエントランスがあり、北側にディズニーランドパーク、南側にカリフォルニアアドベンチャーですね。今ここに見えてるのが、その旧タワーオブテラーのガーディアンズオブギャラクシーのやつかな。すごい。こんな風になってるんだ、裏側。エントランスが見えてきました。ここら辺、上モノレールが、ね、カリフォルニアアドベンチャーの方に通ってますね。エントランスがなんか工事中になってますね。
真ん中もそうだ。カリフォルニアアドベンチャーの方がなさそう。何ができるんでしょうね。次回はいよいよディズニーランド編です。お楽しみに。